藪の中。芥川龍之介。検非違使に問われたる木こりの物語。さようでございます。あの死骸を見つけたのは私に違いございません。私は今朝いつもの通り裏山の杉を切りに参りました。すると山陰の藪の中にあの死骸があったのでございます。あったところでございますか？それは山科の駅路からは4、5丁ほど隔たっておりましょう。竹の中に痩せ杉の混じった人気のないところでございます。死骸は花田の水管に都風のさびえ星をかぶったまま仰向けに倒れておりました。何しろ一刀とは申すものの胸元の突き傷でございますから、死骸の周りの竹の落葉は周防に染みたようでございます。いえ、血はもう流れてはおりません。傷口も乾いておったようでございます。おまけにそこには馬ばえが一匹、私の足音も聞こえないようにべったり食いついておりましたっけ。太刀か何かは見えなかったか？いえ、何もございません。ただそのそばの杉の根型に縄が一筋落ちておりました。それからそうそう、縄の他にも櫛が一つございました。死骸の周りにあったものはこの二つ切りでございます。が、草や竹の落葉は一面に踏み荒らされておりましたから、きっとあの男は殺される前によほど手痛い働きでもいたしたのに違いございません。何？馬はいなかったか？あそこは一体馬なぞには入れないところでございます。何しろ馬の通う道とは藪一つ隔たっておりますから。検非違使に問われたる旅法師の物語。あの死骸の男には確かに昨日会っております。昨日のさあ昼頃でございましょう。場所は関山から山科へ参ろうという途中でございます。あの男は馬に乗った女と一緒に関山の方へ歩いて参りました。女は虫を垂れておりましたから顔は私にはわかりません。見えたのはただ萩重ねらしい絹の色ばかりでございます。馬は月毛の確か奉仕神の馬のようでございました。竹でございますか？竹は良きもございましたか？何しろ社門のことでございますからその辺ははっきり存じません。男はいえ、太刀も帯びておれば弓矢も携えておりました。ことに黒い塗りえびらへ20余りそやを刺したのはただ今でもはっきり覚えております。あの男がかようになろうとは夢にも思わずにおりましたが、まことに人間の命なぞは女路役女伝に違いございません。やれやれ、何とも申しようのない気の毒なことをいたしました。検非違使に問われたる方面の物語。私が絡め取った男でございますか？これは確かに多城丸という
名高い盗人でございます。もっとも私が絡め取った時には馬から落ちたのでございましょう。粟田口の石橋の上にうなっておりました。時刻でございますか？時刻は昨夜の初降頃でございます。いつぞや私が捕らえ損じた時にもやはりこの紺の水管に打ち出しの太刀を履いておりました。ただ今はその他にもご覧の通り弓矢の類さえ携えております。さようでございますか。あの死骸の男が持っていたのも。では人殺しを働いたのはこの多条丸に違いございません。皮を巻いた弓、黒塗りのエビラ、鷹の羽のそやが17本。これは皆あの男が持っていたものでございましょう。はい、馬もおっしゃる通り奉仕神の月毛でございます。その畜生に落とされるとは何かの因縁に違いございません。それは石橋の少し先に長いはずなを引いたまま炉端の青すすきを食っておりました。この多条丸というやつは洛中に徘徊する盗人の中でも女好きのやつでございます。昨年の秋、鳥部寺のびんずるの後ろの山に物詣に来たらしい女房が一人、目のわらわと一緒に殺されていたのはこいつの仕業だとか申しておりました。その月毛に乗っていた女もこいつがあの男を殺したとなればどこへどうしたかわかりません。差し出がましゅうございますが、それもご詮議くださいまし。検非石に問われたる大名の物語。はい、あの死骸は手前の娘が片付いた男でございますが、都のものではございません。若さの国府の侍でございます。名は金沢の竹広、年は26歳でございました。優しい気立てでございますから、遺恨なぞ受けるはずはございません。娘でございますか？娘の名は政子。年は19歳でございます。これは男にも劣らぬくらい勝ち気の女でございますが、まだ一度も竹広のほかには男を持ったことはございません。顔は色の浅黒い、左の目尻にほくろのある小さい売りざね顔でございます。竹広は昨日娘と一緒に若さへ立ったのでございますが、こんなことになりますとは、なんという因果でございましょう。しかし娘はどうなりましたやら、婿のことは諦めましても、これだけは心配でなりません。どうかこの乳母が一生のお願いでございますから、たとえ草木を分けましても娘の行方をお尋ねくださいまし。何にいたせにくいのはその多条丸とかなんとか申す盗人のやつでございます。婿ばかりか娘までも。
多城丸の白状。あの男を殺したのは私です。しかし、女は殺しはしません。ではどこへ行ったのか。それは私にもわからないのです。まあお待ちなさい。いくら拷問にかけられても知らないことは申されますまい。その上私もこうなれば卑怯な隠し立てはしないつもりです。私は昨日の昼少し過ぎ、あの夫婦に出会いました。その時風の吹いた拍子に虫の垂れ衣が上がったものですから、ちらりと女の顔が見えたのです。ちらりと。見えたと思う瞬間にはもう見えなくなったのですが、一つにはそのためもあったのでしょう。私にはあの女の顔が女菩薩のように見えたのです。私はそのとっさの間に、たとえ男は殺しても女は奪おうと決心しました。何、男を殺すなぞはあなた方の思っているように大したことではありません。どうせ女を奪うとなれば必ず男は殺されるのです。ただ私は殺すときに腰の太刀を使うのですが、あなた方は太刀は使わない。ただ権力で殺す、金で殺す。どうかするとおためごかしの言葉だけでも殺すでしょう。なるほど、血は流れない。男は立派に生きている。しかしそれでも殺したのです。罪の深さを考えてみれば、あなた方が悪いか私が悪いか、どちらが悪いかわかりません。しかし男を殺さずとも女を奪うことができれば別に不足はないわけです。いや、その時の心持ちではできるだけ男を殺さずに女を奪おうと決心したのですが、あの山科の駅路ではとてもそんなことはできません。そこで私は山の中へあの夫婦を連れ込む工夫をしました。これも造作はありません。私はあの夫婦と道連れになると、向こうの山には古塚がある。この古塚を暴いてみたら、鏡や太刀がたくさん出た。私は誰も知らないように、山の影の藪の中へ、そういうものを埋めてある。もし望み手があるならば、どれでも安い値に売り渡したい。という話をしたのです。男はいつか私の話にだんだん心を動かし始めました。それから、どうです？欲というものは恐ろしいではありませんか。それから半時も経たないうちに、あの夫婦は私と一緒に山道へ馬を向けていたのです。私は藪の前へ来ると、宝はこの中に埋めてある。見に来てくれ、と言いました。男は欲に乾いていますから、依存のあるはずはありません。が、女は馬も降りずに待っているというのです。また、あの藪の茂っているのを見ては、そういうのも無理はありますまい。私はこれも実を言えば思う壺にはまったのですから、女一人を残したまま男と藪の中へ入りました。藪はしばらくの間は竹ばかりですが、半丁ほど行ったところにやや開いた杉村がある。私の仕事をし遂げるのにはこれほど都合のいい場所はありません。
私は藪を押し分けながら、宝は杉の下に埋めてあると、もっともらしい嘘をつきました。男は私にそう言われると、もう痩せすぎが空いて見える方へ一生懸命に進んでいきます。そのうちに竹がまばらになると何本も杉が並んでいる。私はそこへ来るが早いか、いきなり相手を組み伏せました。男も太刀を履いているだけに力は相当にあったようですが、不意を打たれてはたまりません。たちまち一本の杉の根型へくくりつけられてしまいました。縄ですか？縄は盗人のありがたさにいつ塀を越えるかわかりませんから、ちゃんと腰につけていたのです。もちろん声を出させないためにも、竹の落葉を頬張らせれば他に面倒はありません。私は男を片付けてしまうと、今度はまた女のところへ、男が急病を起こしたらしいから見に来てくれと言いに行きました。これも図星に当たったのは申し上げるまでもありますまい。女は一目傘を脱いだまま私に手を取られながら藪の奥へ入ってきました。ところがそこへ来てみると、男は杉の根に縛られている。女はそれを一目見るなり、いつの間に懐から出していたか、きらりとさすがを引き抜きました。私はまだ今までにあのくらい気性の激しい女は一人も見たことがありません。もしその時でも油断していたらば、一月に火腹をつかれたでしょう。いや、それは身をかわしたところが無に無残に切り立てられるうちには、どんな怪我もしかねなかったのです。が、私も多丈丸ですから、どうにかこうにか太刀も抜かずに、とうとうさすがを撃ち落としました。いくら気の勝った女でも、獲物がなければ仕方がありません。私はとうとう思い通り、男の命は取らずとも、女を手に入れることはできたのです。男の命は取らずとも。そうです。私はその上にも男を殺すつもりはなかったのです。ところが、泣き伏した女を後に藪の外へ逃げようとすると、女は突然私の腕へ気違いのようにすがりつきました。しかもキレキレに叫ぶのを聞けば、あなたが死ぬか、夫が死ぬか、どちらか一人死んでくれ。二人の男に恥を見せるのは死ぬよりもつらいというのです。いや、そのうちどちらにしろ生き残った男に連れ添いたい。そうもあえぎあえぎ言うのです。私はその時猛然と男を殺したい気になりました。こんなことを申し上げると、きっと私はあなた方より残酷な人間に見えるでしょう。しかしそれはあなた方があの女の顔を見ないからです。ことにその一瞬間の燃えるような瞳を見ないからです。私は女と目を合わせたとき、たとえ雷に撃ち殺されても、この女を妻にしたいと思いました。妻にしたい。私の念頭にあったのは、ただこういう一時だけです。これはあなた方の思うように、卑しい色欲ではありません。もしその時、色欲の他に何も望みがなかったとすれば、私は女を蹴倒してもきっと逃げてしまったでしょう。男もそうすれば私の太刀に血を塗ることにはならなかったのです。
が薄暗い藪の中にじっと女の顔を見た刹那、私は男を殺さない限りここは去るまいと覚悟しました。しかし男を殺すにしても卑怯な殺し方はしたくありません。私は男の縄をほどいた上、太刀打ちをしろと言いました。杉の根型に落ちていたのはその時捨て忘れた縄なのです。男は血相を変えたまま太い太刀を引き抜きました。と思うと口も聞かずに奮然と私へ飛びかかりました。その太刀打ちがどうなったかは申し上げるまでもありますまい。私の太刀は23号目に相手の胸を貫きました。23号目に。どうかそれを忘れずにください。私は今でもこのことだけは関心だと思っているのです。私と20号を切り結んだ者は天下にあの男一人だけですから。私は男が倒れると同時に血に染まった刀を下げたなり、女の方を振り返りました。すると、どうです？あの女はどこにもいないではありませんか。私は女がどちらへ逃げたか、杉村の間を探してみました。が、竹の落葉の上には、それらしい跡も残っていません。また耳を澄ませてみても、聞こえるのは、ただ男の喉に断末魔の音がするだけです。ことによるとあの女は、私が太刀打ちを始めるが早いか、人の助けでも呼ぶために、藪をくぐって逃げたのかもしれない。私はそう考えると、今度は私の命ですから、太刀や弓矢を奪ったなり、すぐにまた元の山道へ出ました。そこにはまだ女の馬が静かに草を食っています。その後のことは申し上げるだけ無用の口数に過ぎますまい。ただ都へ入る前に太刀だけはもう手放していました。私の白状はこれだけです。どうせ一度はお家の梢にかける首と思っていますから、どうか滑稽に合わせてください。清水寺に来たれる女の懺悔。その紺の水冠を着た男は私を手ごめにしてしまうと、縛られた夫を眺めながらあざけるように笑いました。夫はどんなに無念だったでしょう。が、いくら身もだいをしても体中にかかった縄目は一層ひしひしと食い入るだけです。私は思わず夫のそばへ転ぶように走り寄りました。いえ、走り寄ろうとしたのです。しかし男はとっさの間に私をそこへ蹴倒しました。ちょうどその途端です。私は夫の目の中に何とも言いようのない輝きが宿っているのを悟りました。何とも言いようのない。私はあの目を思い出すと、今でも身震いが出ずにはいられません。口さえ一言も聞けない夫は、その刹那の目の中に一切の心を伝えたのです。しかしそこにひらめいていたのは、怒りでもなければ悲しみでもない、ただ私を蔑んだ
冷たい光だったではありませんか。私は男に蹴られたよりもその目の色に打たれたように、我知らず何か叫んだぎり、とうとう気を失ってしまいました。そのうちにやっと気がついてみると、あの紺の水管の男はもうどこかへ行っていました。後にはただ杉の根型に夫が縛られているだけです。私は竹の落葉の上にやっと体を起こしたなり、夫の顔を見守りましたが、夫の目の色は少しもさっきと変わりません。やはり冷たい蔑みの底に憎しみの色を見せているのです。恥ずかしさ、悲しさ、腹立たしさ。その時の私の心の内は何と言えばいいか分かりません。私はよろよろ立ち上がりながら夫のそばへ近寄りました。あなた、もうこうなった上はあなたとご一緒にはいられません。私は人思いに死ぬ覚悟です。しかしあなたもお死になすってください。あなたは私の恥をご覧になりました。私はこのままあなた一人お残し申すわけには参りません。私は一生懸命にこれだけのことを言いました。それでも夫は忌まわしそうに私を見つめているばかりなのです。私は裂けそうな胸を押さえながら夫の太刀を探しましたが、あの盗人に奪われたのでしょう。太刀はもちろん弓矢さえも藪の中には見当たりません。しかし幸いさすがだけは私の足元に落ちているのです。私はそのさすがを振り上げると、もう一度夫にこう言いました。ではお命をいただかせてください。私もすぐにお供します。夫はこの言葉を聞いたとき、やっと唇を動かしました。もちろん口には笹の落葉がいっぱいに詰まっていますから、声は少しも聞こえません。が、私はそれを見ると、たちまちその言葉を悟りました。夫は私を蔑んだまま、殺せ、と一言言ったのです。私はほとんど夢うつつのうちに、夫の鼻田の水管の胸へ、ずぶりとさすがを差し通しました。私はまたこの時も気を失ってしまったのでしょう。やっとあたりを見回した時には、夫はもう縛られたまま、とうに息が絶えていました。その青ざめた顔の上には、竹に混じった杉村の空から西日が一筋落ちているのです。私は泣き声を飲みながら死骸の縄を解き捨てました。そうして私がどうなったか、それだけはもう私には申し上げる力もありません。とにかく私はどうしても死にきる力がなかったのです。さすがを喉に突き立てたり、山の裾の池へ身を投げたり、いろいろなこともしてみましたが、死にきれずにこうしている限り、これも自慢にはなりますまい。私のように不甲斐ないものは、大慈大悲の
観世音菩薩もお見放しなすったものかもしれません。しかし夫を殺した私は、盗人の手ごめにあった私は、一体どうすればいいのでしょう。一体私は巫女の口を借りたる資料の物語。盗人は妻を手ごめにすると、そこへ腰を下ろしたままいろいろ妻を慰め出した。俺はもちろん口は聞けない。体も杉の根に縛られているが、俺はその間に何度も妻へ目配せをした。この男の言うことを真に受けるな。何を言っても嘘と思え。俺はそんな意味を伝えたいと思った。しかし妻は焦然と笹の落葉に座ったなり、じっと膝へ目をやっている。それがどうも盗人の言葉に聞き入っているように見えるではないか。俺は妬ましさに身もだえをした。が、盗人はそれからそれへと巧妙に話を進めている。一度でも肌身を汚したとなれば、夫との仲も折り合うまい。そんな夫に連れ添っているより、自分の妻になる気はないか。自分は愛しいと思えばこそ、大それた真似も働いたのだ。盗人はとうとう大胆にも、そういう話さえ持ち出した。盗人にこう言われると、妻はうっとりと顔をもたげた。俺はまだあの時ほど美しい妻を見たことがない。しかしその美しい妻は現在縛られた俺を前に、なんと盗人に返事をしたか。俺は宙雨に迷っていても、妻の返事を思い出すごとに真意に燃えなかった試しはない。妻は確かにこう言った。ではどこへでも連れて行ってください。妻の罪はそれだけではない。それだけならば、この闇の中に今ほど俺も苦しみはしまい。しかし妻は夢のように盗人に手を取られながら藪の外へ行こうとすると、たちまち眼色を失ったなり、杉の根の俺を指さした。あの人を殺してください。私はあの人が生きていてはあなたと一緒にはいられません。妻は気が狂ったように何度もこう叫び立てた。あの人を殺してください。この言葉は嵐のように今でも遠い闇の底へ真っ逆さまに俺を吹き落とそうとする。一度でもこのくらい憎むべき言葉が人間の口を出たことがあろうか。一度でもこのくらい呪わしい言葉が人間の耳に触れたことがあろうか。一度でもこのくらい。その言葉を聞いたときは、盗人さえ色を失ってしまった。あの人を殺してください。妻はそう叫びながら、盗人の腕にすがっている。盗人はじっと妻を見たまま、殺すとも、殺さぬとも返事をしない。と思うか思わないうちに、妻は竹の落葉の上へ、ただ一蹴りに蹴倒された。盗人は静かに両腕を組むと、俺の姿へ目をやった。あの女はどうするつもりだ。殺すか、それとも助けてやるか。
返事はただうなずけばいい。殺すか。俺はこの言葉だけでも盗人の罪は許してやりたい。妻は俺がためらううちに何か一声叫ぶが早いか、たちまち藪の奥へ走り出した。盗人もとっさに飛びかかったが、これは袖さえ捉えなかったらしい。俺はただ幻のようにそういう景色を眺めていた。盗人は妻が逃げ去った後、太刀や弓矢を取り上げると、一箇所だけ俺の縄を切った。今度は俺の身の上だ。俺は盗人が藪の外へ姿を隠してしまう時にこうつぶやいたのを覚えている。その後はどこも静かだった。いや、まだ誰かの泣く声がする。俺は縄をほどきながらじっと耳を澄ませてみた。が、その声も気がついてみれば俺自身の泣いている声だったではないか。俺はやっと杉の根から疲れ果てた体を起こした。俺の前には妻が落としたさすがが一つ光っている。俺はそれを手に取ると、ひとすきに俺の胸へ刺した。何か生臭い塊が俺の口へこみ上げてくる。が、苦しみは少しもない。ただ胸が冷たくなると、一層あたりがしんとしてしまった。ああ、なんという静かさだろう。この山陰の藪の空には、小鳥一羽さえずりに来ない。ただ、杉や竹の裏に、寂しい日陰が漂っている。日陰が、それも次第に薄れてくる。もう、杉や竹も見えない。俺はそこに倒れたまま、深い静かさに包まれている。その時、誰か忍び足に、俺のそばへ来たものがある。俺はそちらを見ようとした。が、俺の周りには、いつか、薄闇が立ち込めている。誰か。その誰かは見えない手に、そっと胸のさすがを抜いた。同時に俺の口の中には、もう一度、血潮があふれてくる。俺はそれぎり永久に、中雨の闇へ沈んでしまった。